こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。本日は新型アルファードが高すぎて買えない人に朗報です。廉価版が出るらしいのです。400万円台から買えるのでなんとも嬉しいニュースですね。そこで本日はこの廉価版についてどう思われているのか、口コミや感想を詰めてみました。あなたも感想を書いてね。20代の頃最上級グレードが良いと言って、オデッセイの ABS-OLUTE の新車を買った。子供ができてから中間グレードのボクシーの中古買った。今は主に嫁が乗ってる。子供がちょっと大きくなったら、自分の車は何でも良いとアルトの最廉価グレードになった。アルファードの中で安いグレードが出るのはアルファードが欲しい人には魅了的ですね。でも、人によってそれぞれの予算、用途に合った車があるので、全てのユーザーがまんべんなく見れるような情報発信。他の車の情報も知りたい。値段的にも手が届き、性能が良く、素晴らしい車は他にもたくさんあると思います。安いグレードが出るのはいいんだけど、一目で最安グレードであることがわかるようにするのがトヨタなんだよね。30系のダサいを通り越した16ホイールとかシーケンシャルウインカーの省略とかでもあったし、いい販売戦略だよ。2を張りたい人は本音は安いの買いたいのに高いグレード買ってくれるし、実益を考えるのであれば最安でも何も問題ないと思うんだけどね。最安値で450万円。一昔前の最上級グレードですね。20系の S グレード4買った時の価格が込み込みでこれくらいだったから、車体で150万円くらい上がったか。もうミニバンは必要なくなったから別にいいけど、これ買おうと思っても買えないな。X でも込み込みで軽く500万円超えるよね。もう車は買うのではなく借りる時代だね。個人で維持するのはコストがかかりすぎる。一番最初にアルファードが出た時一番下のグレードの価格は280万ぐらいで、値引きが30万ぐらいあったから250万だったよね。それから22年。車の価格だけ上がり続けて実際の経済は全くの停滞期。今も株価が上がってるけど円安で海外の投資家が日本株に手を出しやすい価格だからバカすか買われてるだけで、マイナス金利解除しながら増税とかバカな政策してる日本の経済は、外国人に株を売られたら日本株は暴落し、停滞期を延長するだけでしょう。大企業勤めの高収入か、自営で経費で落とせるならまだしも、サラリーマンが個人の財布で400万円台の車を買うなんて先行き不安すぎて愚策でしかない。確かに儲けのある外国を優先したい気持ちはわかる。しかし、レンタカーの大口需要があるから X は絶対に必要。でも、どうせトヨレンだけ優先するのかな。そうしないと、ご存知の人は少ないかもしれないが、最近デリカディーゴの8人乗りがそれの代わりになってきている。それもリセールがよくがっつり稼いでから割と高くで売れる。最近、外国人観光客はものすごく多いから大手レンタカー店頭は台数をそれなりに抱えて需要に応えるようにした方が良いだろう。欲しい人に買いやすい価格設定モデルを導入するのは良いんじゃないかなって思います。記事にあるような一部装備省かれたりする一方、ついている装備見ても特段不便に感じることもなさそうですし、正直仙台ベーシックもむしろこれで十分快適ではって思う部分ありましたね。あとは仙台モデルもそうでしたが、タクシーとかでも使われそうですね。家族旅行7人で行くには便利ですよね。荷物詰めても余裕のある空間。ただ日常では不要で、現行のアルベル買うなら趣味性のあるスポーツカー買ってとしいち。2回の旅行はレンタルする。これが自分のカーライフに合ってる。地方都市なので1人1台が当たり前だけど、子供の送迎、自分の移動用にミニバンは必要ないな。本当に納期が滞っているのかな。わざと遅らせているのかと思うけど、逆にいつになったら最短で買うことができるようになるのを、トヨタも社長が代わり災難続きだと思うけど、こちらのグレードもちゃんと通常軌道に乗せるのが最優先だと思うがね。販売チャンスを逃さず増収増益になるためには、生産ラインのフル稼働と売れない車種はやめて、アルベラインの新設や品質管理を細分化するしかないだろうね。アルファードに廉価版の X を追加し、ベルファイアに最高峰の PHV を導入となると、兄弟車とはいえ、明確に車格の違いベルアルを打ち出してきているなと感じます。すでにベルが Z プレミア、アルが Z で差別化を図っていますが、ちなみに、ベルの Z とアルの Z プレミアは出るんですかね。割とこの組み合わせの需要はありそうな気がしているんですが、エグゼクティブラウンジまで入らないけど本革シートが欲しい層は確実にいますからね。本革シートで3列目にウォークスルーできるのは現状ベルファイア Z プレミアだけですからね。30数年前。20代の時に初めて買った新車が 32GTR の445万円。車が好きでちょっと無理して買った。そして、そろそろ最後の車として40アルファードを買う予定。どうしても今出ているセカンドシートが使い勝手が悪そうで廉価グレードを待っていた。予想価格450万。
30数年給料が上がってないとは言うけれど、車がちょっと好きでちょっと無理してでも欲しいなら450万は買える金額ではないのかな。そろそろ、500、600万の車を高級車とかいうのをやめてほしい。普通にファミリーカーとして使っている人がほとんどだと思うから、30系後期の X で359万円ほどだったから実質90万円程度の値上げ。前のモデルでは値引きも30万円からくらいでいけたと思うが、今回はほぼなしの状況だから実質110万円以上の値上がりだろう。X は欲しいとも思わないが、ちょっと前とは買う層が変わってくるのではと思う。収入が少なくても残価で何とか買えていた人ももしかしたらローンが通らない可能性もあると思う。アルファードって今や高級ミニバンではあるが、X を買う意味があるのかと思う。8人乗りで家族が多くてとかならわかるが、8人乗りも出るかわからないし、前の方も X はすぐわかったし、なんかせっかくアルファード乗ってるのに X ではなと思ってしまうのは自分だけかな。安いグレードでないと買えない人は、どうか買わないでほしい。どうせ、やんちゃな運転しかしないだろうから、周りは迷惑です。もちろん、ザンクレやら、リアウィンドウに貼るバイトなど、もってのほか、私は貧乏です。こんなに背伸びしないと買えません。で生活レベルの人が買う価格帯ではない。身の丈に合った車に乗るのが、精神的にも良いと思いますよ。総額は500万円を超えそうだけれど値段相応には見える立派さですね。旧型がいっぱい走っている中で乗れば優越感に浸れるかも。そういう感じる人はぜひザンクレを利用してディラーにも喜ばれて、以前の上級グレードは V6 で廉価グレードは直4。現行のエンジンは直4のみとなり廉価グレードと同じなので使わない装備を省き、好みのクションを装着するのが良いのではないでしょうか。30アルファードに乗っていたけど、パワーシートの2列目に子供を乗せて運転する自分がなんか変な気分になる W。しかも当時3歳と5歳。今は現行のに乗っているが初めて乗った時、パパイス動かないよって言われた W。アルファードに乗ると他のが乗れなくなる感覚はわかるが、豪華仕様はいいかなって思う人には必要なグレードかと思う。出るなら検討したい。にしても自分の子供の幼稚園のお迎えに来る車ほとんどアルファード。ベルファイアばっか。新旧ごちゃ混ぜで、サイレンカなら30万350万円くらいがありがたい。せめてアンダー400万円かな。正直40になったことでの進化の度合いはあまり感じられない。100万、200万単位で値上げされると、逆にファンを減らすのではと感じる。人生も終盤。高級取りでもないので、2016年製 30KX をずっと乗ることになりそうだ。スノーボードが趣味で冬は結構荒い使い方するので 30K の X でガソリンの 4WD 乗ってます。センターコンソールないから運転中左足助手席側に伸ばせるし快適。オプションでオートクルーズは必死ですけどね。正直後ろに乗る同乗者のことなんて知ったこっちゃないので内装やシートにこだわりないし、パワーシートなんて動き遅くてイライラするし、サードシート取り外して後席全部前にすればコットを受けて快適に寝れるしね。X グレード出るならそろそろ 40K 買い替え検討したいけど今頼んだらいつ納車されて手元に来るものなのかな。車に興味がなくなりました。10年前に新車で買った外車に乗っている。ただ良いな欲しいなと思う車は数百台持ったけど、これが絶対欲しいと思う車は人生で2台しかなく、その1台、よほどのことがない限り、買い替えることはなさそう。興味なくなったわけ。投資に回してきたけど大正解。分かったことは、人間一つの物欲から解放されるだけで、かなり楽になるということ。とにかく見栄え重視やオローラ系に取り憑かれた人には、全くわからないと思いますが、家族構成の都合、8人乗れて室内が広い車という条件だけで先代の X グレードに乗っていますが、もう出ないのかな。安めでも、必要最低限のものはついていたので、気にせず雑に乗るのにはちょうど良いのですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。